最近彼が少しすっきなく感じたり、一緒にいても何を考えているかわからなくて胸がぎゅっと苦しくなる夜はありませんか？私のせいかな、嫌われちゃったかなって不安で眠れなくなることありますよね。でもどうか自分を責めないでくださいね。それはあなたが悪いからではなくて、最新の脳科学や心理学でも証明されている男性脳特有の反応が起きているだけなんです。今日は彼が心の中でもうこの子しかいないと乾杯し、あなたに一生ひれ伏すと決めた瞬間に見せる無意識の行動を10個を紹介します。この動画を見終わる頃には不安でいっぱいだった心がスーッと軽くなって、ありのままの自分を愛おしく思えるようになりますよ。安心してリラックスして聞いてくださいね。第10位は、一緒にいる時にただ黙って別々のことをする時間が増えるです。例えばお部屋でデートしている時、彼がふと無言になってスマホをいじり始めたり、テレビをぼーっと見たりする瞬間ってありますよね。こういう時、私と一緒にいてもつまらないのかな、話しかけない方がいいのかなってすごく不安になりませんか？でも大丈夫なんです。実は心理学的に見ると、これは彼があなたを心の底から信頼し始めた証拠なんですよ。家族心理学の権威であるジョン・ゴットマン博士の研究などでも示されているのですが、言葉を交わさなくても心地よく空間を共有できることをパラレルプレイと呼びます。男性の脳は外の世界で常に戦うために気を張っているんですが、あなたの前ではその緊張を解いて無防備な状態に慣れているということなんです。つまり冷たくなったわけではなくて、あなたを絶対に安心できる居場所として認定したからこその愛にあふれた沈黙なんですよ。しかし次の第9位は、これをもっと深く確信させるサインになります。第9位は、あなたが彼のちょっとした変化を見抜いたとき、彼がごまかさずに素直に認めるです。彼が少し疲れた顔をしているときや、何か隠し事をしていそうなとき、あなたが何かあったと聞くことありますよね。そんなとき、以前なら何もないよと強がっていた彼が、実はさとぽつりぽつり話し始めると、なんだか重い話をさせてしまったかなと心配になるかもしれません。でも心配いりません。これはあなたが彼の微細な表情や声のトーンの変化を見抜く直感力を持っていることに、彼が畏怖の念を抱いているからなんです。非言語コミュニケーションの心理学研究でも明らかになっていますが、人は自分の隠している感情を正確に読み取られると、この人には嘘がつけない、全てを見透かされているという感覚に陥ります。そしてそれが批判ではなく優しさから来ていると知ったとき、男性は完全に降伏するんです。つまり彼はあなたを恐れているのではなく、あなたになら自分の全てを委ねてもいいと心の底から降参しているサインなんですよ。さて次の第8位は、彼のプライドに関わるもっと深い行動です。第8位は、自分の情けない失敗や弱音をあなたにだけこぼしてくるです。デートの最中や電話で仕事でのミスや人間関係の悩みを彼がぽつりとこぼす瞬間ってありませんか？これを聞かされると、もしかして私愚痴のゴミ箱にされているのかなって少しモヤモヤしてしまうこともあると思います。でもどうか勘違いしないでくださいね。進化心理学の視点で見ると、これは彼があなたに対して究極の防御を解いた瞬間なんです。男性は本来狩猟時代から自分の弱さを隠して生きるようにプログラムされています。弱みを見せることは生存競争で負けることを意味していたからです。それなのにあなたに弱音を吐くのは、アメリカの研究者ブレネ・ブラウンも提唱している脆弱性のパラドックスという現象が起きているからです。自分の完璧でない部分、つまり弱さをありのままに受け入れてもらうことで、彼はあなたに対して強烈な親密さと恩義を感じているんです。彼はあなたに甘えているのではなく、あなたを人生の伴侶として深く尊敬しているからこそ鎧を脱いでいるんですよ。そして次の第7位は、あなたが少し驚くような彼の視線のお話です。第7位は、あなたが自分の趣味や友達との時間を楽しんでいるとき、ふと優しい目で見つめてくるです。あなたが彼のことなんて忘れて夢中で何か取り組んでいるとき、気づいたら彼がじっとこっちを見ていた。そんな経験ありませんか？その時、私何か変なことしたかな、彼を放置しすぎちゃったかなって少し焦ってしまうかもしれませんね。でもこれは全く逆なんです。心理療法の一つである認知行動療法の考え方に、変数の独立というものがあります。あなたの幸せが彼という存在に依存せず、あなた自身で自分を満たせている状態のことです。男性は完全に手に入ってコントロールできるものには興味を失いやすいのですが、
自分の思い通りにならない自立した輝きを見ると逃避本能が引っ込み、逆にもっとこの人の世界を知りたいという追跡本能が強烈に刺激されるんです。つまり彼はあなたを放置されて怒っているのではなく、自分がいなくても幸せそうに輝いているあなたを見て、手放してはいけない運命の女性だと再確認して思わず見とれているだけなんですよ。さあ次はさらに彼の行動が変わる第6位です。第6位は、あなたが無理して彼のご機嫌を取るのをやめた途端、逆に彼が優しくなるです。 LINE の返信を急いだり、彼の都合にばかり合わせていたのをやめて自分のペースを大切にし始めた時、なぜか彼の方から連絡が増えたり、優しく気遣ってくれたりすることありますよね。彼を突き放してしまったかなって不安になるかもしれませんが、それが正解なんです。アドラー心理学には課題の分離という考え方があります。彼の機嫌は彼の課題であって、あなたの課題ではありません。あなたが自分の心を守るために適切な境界線を引いたことで、彼はあなたを都合のいい存在として扱うことができなくなりました。あなたの価値を安売りしないその凛とした姿勢が男性の征服欲を打ち砕き、対等なパートナーとしての深い崇拝心へと変わったんです。つまり彼が優しくなったのは、あなたを失うかもしれないという健全な焦りと、あなたへの本物の敬意が生まれた証拠なんですよ。さて、確信に迫るトップ5の前に深呼吸しましょう。鼻から大きく吸って、口からゆっくり吐き出してくださいね。ここであなたの潜在意識を書き換える魔法のアクションをご提案します。ぜひこの動画のコメント欄に、あなたの好きな癒しの絵文字と一緒に、私は愛される存在と書いてみてください。実は自分の手で文字を打ち込むという動作は、脳の毛様体付活系、通称 RAS と呼ばれる部分を強く刺激します。これは脳が自分にとって重要な情報だけを集めるフィルターのような機能です。ここに私は愛される存在だという情報をインプットすることで、脳は無意識のうちにあなたが愛されている証拠を現実世界からたくさん探し出してくれるようになるんです。書くという動作は現実を変える力になりますから、ぜひ試してみてくださいね。それでは後半のトップ5に行きましょう。第5位は、無意識のうちにあなたの口癖や仕草を真似しているです。会話をしているとき、彼があなたのよく使う言葉を使ったり、あなたが飲み物を飲むタイミングで彼もグラスに手を伸ばしたりすることありませんか？からかわれているのかな、それとも私のことばかにしてるのかなって、少し恥ずかしくなったり戸惑ったりするかもしれませんね。でも安心してください。これは脳科学で証明されている同調行動というとてもポジティブなサインなんです。人間の脳内にはミラーニューロンという相手の行動や感情を鏡のように映し出す神経細胞があります。彼があなたに対して深い好意と安心感を抱いているからこそ、このミラーニューロンが活発に働き、無意識のうちにあなたに同調してしまっているんです。あなたが自分自身を受け入れてリラックスしている状態が彼にも伝播し、この人の前では自分も安心していいんだと感じている証拠です。つまり彼はあなたをからかっているのではなく、あなたの全てに共鳴して細胞レベルで引きつけられているんですよ。しかし次の第4位は、彼の男性としての本能が大きく変わるサインです。第4位は、自分の思い通りにならないあなたをなぜか嬉しそうに、そして大切に扱うようになるです。あなたが彼の意見に反対したり、自分の意思をしっかり伝えたとき、彼が不機嫌になるどころか、ふっと微笑んでしょうがないなと嬉しそうに受け入れてくれることありますよね。嫌われちゃうかもって勇気を出して言ったのに、拍子抜けしてしまうかもしれません。でもこれこそが彼の心が完全にあなたに降伏した証拠なんです。進化心理学的に男性の根源には、愛する女性を自分の力で幸せにしたい、コントロールしたいというヒーロー願望があります。でもあなたが彼に依存せず、ありのままの自分でいることで、その未熟な支配欲は、この素晴らしい女性を何があっても守り抜きたいという強烈で純粋な献身のエネルギーへと転換されるんです。彼にとってあなたはもう思い通りにする対象ではなく、共に人生を歩むかけがえのないパートナーになったということです。そしていよいよトップ3。第3位は、脳の仕組みが完全に変わってしまう現象です。第3位は、あなたに対して見栄を張ったり嘘をついたりするのを完全にやめるです。付き合い始めの頃はいつも完璧なお店を予約してくれて、かっこいいところばかり見せていた彼が、最近は今日はお金がないから家でご飯がいいななんて情けない姿をさらけ出してくることありませんか？
私への情熱が冷めちゃったのかな、手を抜かれているのかなって寂しく思う気持ち、すごくよくわかります。でも実はこれは彼があなたをただ一無二の存在として選んだからこその行動なんです。神経科学者ヘレン・フィッシャーやセミール・ゼキらの研究でも指摘されていますが、人間が社会的な仮面をかむり見栄を張って嘘をつき続けることは脳の前頭前のにものすごい負荷をかけます。彼はあなたという存在に出会い、ありのままの自分を受け入れてもらったことで、その重い仮面を下ろすことができました。脳にとってこの負荷からの解放は生存に関わるほどの究極の報酬、つまり圧倒的な快感なんです。彼は冷めたのではなく、あなたと一緒にいることが何よりも心地よくて、もう一生手放せないとのレベルで幸福しているんですよ。さあ、第2位はさらに深い心の結びつきです。第2位は彼が勝手に作っていた理想の彼女像をあなたに押し付けてこなくなるです。もっとこうしてほしい、普通はこうだよねといった彼なりの理想の枠組みにあなたを当てはめようとしていたのに、ある日を境にあなたのありのままの性格や決断を尊重してくれるようになる。これって私に期待しなくなったのかな、興味がなくなったのかなって少し不安になるかもしれませんね。でもこれは心理学における大いなる成長の証なんです。分析心理学の創始者であるC.G. ユングは恋愛の初期、人は無意識のうちに自分の理想の異性像、つまりアニマを相手に投影していると語っています。でもあなたと深く関わり、あなたがブレずに自分自身を愛している姿を見るうちに、その幻想の投影が剥がれ落ちたんです。彼はもう頭の中にいる理想の彼女ではなく、目の前にいるあなたという一人の人間をはっきりと見つめて心から受け入れています。幻想を愛するのをやめて本当のあなたを愛し始めたという素晴らしいサインなんですよ。しかし次の第1位はこれをはるかに超える究極の溺愛サインです。栄えある第1位は、あなたがただそこにいるだけで彼が心からの感謝の言葉を口にするようになるです。何か特別なプレゼントをしたわけでも、彼のために尽くしたわけでもないのに、彼がふといつも一緒にいてくれてありがとう、君がいるだけで頑張れるよと言ってくれる瞬間、そんなこと言われると私何もしてないのにいいのかなって不思議な気持ちになりますよね。でもこれこそが彼があなたに一生ひれ伏し愛し抜くと決めた究極の証なんです。児童精神医学者のジョン・ボールビーが提唱した愛着理論において、人は心から安心できる心の拠り所、安全基地と呼びます。あなたは彼にとってただ存在するだけで彼の魂を浄化し、無限のエネルギーを与えてくれる絶対的な安全基地になったんです。何かをしてくれるから好きという条件付きの愛から、あなたがあなたとして存在してくれているだけで尊いという無条件の愛へと次元が変わりました。彼があなたに降伏したというのは敗北ではありません。あなたの存在の大きさに気づき、その光に包まれることを彼自身が選んだということなんです。いかがでしたか？今日も紹介したサインが今の彼に全て当てはまらなくても絶対に焦らないでくださいね。愛の育ち方や表現の形は本当に人それぞれですから。何よりも大切なのは、彼がどう行動するかよりも、まずあなた自身が私には愛される価値があると自分を許して優しく抱きしめてあげることです。あなたが自分自身を愛の光で満たしたとき、彼はその輝きに必ず引き寄せられてきますからね。今日の動画で心が軽くなった方はぜひ高評価とチャンネル登録で教えてください。また次回のマジ恋セラピーでお会いしましょう。今日も一日本当によく頑張りましたね。おやすみなさい。